で、もう一つがアンダートレイの話です。アンダートレイってね、この下、このフロア、ここでいいところはまず一つ。このフロアのね、デッキボードっていうのかな。これがね、小さく開いてここ立つんですよね。なんかこの下がすごく深い。もうね、ちょっとした下手したら軽自動車のラゲッジスペースかなぐらいの部分がね、ここ出てきます。深さもあって幅もそれなりにあるので、かなりね、有効的に使えると思います。で、もう一つ。これちょっと外しますね。これがね、手で持てるようになってるんですよね。ここわかるかな？取っ手がついてます。で、この取っ手を持って、よいしょと持ち上げるとね、これごと持ち上がっちゃうんですね。なので、これも、自主的な下のバケツみたいに、買い物カゴとしてね、買い物に持っていけるかもしれないです。っていう、冗談はここまでにしといて、この下にはね、パンク修理キットとか、簡単な車載工具が入っていましたから、そういう時にこれを外して、この下のね、パンク修理キットを取るみたいな形になると思います。じゃあこのね、クロスビーのラゲッジルームで特徴と思われるところを2つ続けて挙げていきます。まず1つはね、ラゲッジ側からでも簡単にシートがね、前に出せる点です。ここね、レバーが後ろからも手が入るように作られていますので、これを上げて前に出します。滑らかなんでね、すごい軽い力で前後します。で、シートを倒した時にフラットっていうか隙間ができないようにね、このベロがついているんですけれども、このベロがね、これもね、一緒にスライドしますので、この辺にスマホとかを置いておくと飛び出ちゃうことがあると思うんですよね。自分ここにちょっと大きなね、一眼レフを置いといたらカメラがね、ポン飛び出しちゃったことありまして、あんまりね、勢いよくやらないか、ここに荷物を置かないようにね。でね、もう一点、シートベルトの関係です。シートベルトね、ここにストッパーというか引っ掛ける部分がついてるんですね。で、このまま使ってればいいんですけれども、こうなってるとね、これ前後させた時にここ、引っかかってっていうか後ろ側に回り込んで前でベルト届かなくなっちゃいますから、これはね、なるべくここに引っ掛けて使うのがいいんじゃないかなと思います。はい、OK。試乗時に感じた小さな長所短所、いわゆる小ネタです。今回は2024年式クロス B、マイナーチェンジでフロントグリルが変わった後のモデルになります。それでは良いも悪いもミックスしての15箇所っていうか、すいません、今回は魅力的な部分が大部分ですが、順不動で始めていきます。そうしましたら本編戻って D レンジと M レンジ、パドルシフトにつきまして、シフトセレクターの D レンジと M レンジ、このお話をちょっとさせてください。まずね、D は通常のドライブ、M は多分マニュアルモードだと思われます。で、この車ね、6個の段がある、いわゆる段付きとかステップ式と呼ばれるタイプの 6AT です。6速オートマティックトランスミッション。で、パドルシフトがね、ついています。このパドルシフトというのはね、シフトチェンジをするものです。プラスが上げていく方で、マイナスが下げてくる方になっています。で、この関係なんですけれども、まず D レンジの時はね、一定時間が経つと元に戻ります。普通の D レンジでね、車が自動でプログラムでギアを、ポジションを選ぶといったね、形になります。M の時はね、もうずっとその一定時間で戻らず、ドライバーが意識して、ポーン、ポーン、ポーンとかね、パオーン、パオーンとね、シフトダウンしながら、その好きなギアを選んでね、ずっと走ることができます。ただね、やっぱり全開で加速していって、ある程度回転数が上がると、次の段にシフトアップしたりとか、一足へのシフトダウンとかをね、受け付けてくれませんでしたから、あんまりね、効率悪いところとか、無理があるところは自動で変わっている様子でした。次は軽いものを2つ挙げます。まずは前後シート間のウォークスルー。見た目的には無理そうですが、ちょっと頑張ると意外といけちゃう。そもそもできるとできないとでは大違いですよね。そうしましたら、本当の小ネタいきます。本当の小ネタです。このね、エアコンの吹き出し口、送風口っていうのかな。ここの形ね、この周りがクロスビーのヘッドライトをモチーフにしているような形をしていて、すごくね、ワンポイント効いています。周りね、メッキのリングがあって、で、シルバーの塗装とね、組み合わされている。でね、もっと細かいこと言うと、この中の穴もね、ハニカム状、蜂の巣をモチーフにしたようなね、穴が開いていました。続きましては、小ネタ6個目、7個目。リアシートに関する部分で2つ挙げます。では続きまして、リアシートで2点続けていきます。まず1つ目。足元のスペース、もう全然ね、こうやって見た感じ、余裕なんですけれども、シートの下に足を入れるような形になりますと、ちょっとね、運転席側と助手席側で違いがあります。まず運転席側は、
すっぽりね、足が入ります。で、助手席側なんですけれども、ちょっとこっち来ますね。ここはね、足がね、あんまり奥まで入らないように、ここにストッパーっぽいものがね、ついています。多分、ここ、走行用のね、リチウムイオンバッテリーが助手席の下入っていますので、そういった兼ね合いだと思います。では、お次は、リアシート。このリアシートが、広いのはね、当然として、軽自動車もびっくりのね、機能を持っています。具体的には、前後をしてリクライニングもしますので、ちょっとやってみますね。まずは、前後のスライド。前に出します。このぐらい結構大きく動きますよね。リクライニングさせますね。で、これが一番立った状態。ここから、ここまで寝ます。これがね、肩のとこのすごくわかりやすい位置にね、2つレバーがついています。次は見た目から使い勝手の良さが感じられて、実際に使っても良かった部分、エアコン操作部です。では、ここね、エアコン操作部。このクロスビーの特徴の一つとなっている部分だと思います。このね、スイッチ一つ一つがはっきり区切られていて、で、この山がね、一個ずつ大きいんですよね。でね、これ多分なんですけれども、このモチーフは、黒缶とかのね、4WD、そういった車だと思いまして、これね、グローブをして指が太くなっている状態でも間違えずに押せるっていうようなね、意味合いがあって、それがね、モチーフになっていると思います。あとね、全体的にも素敵です。これね、このアクリルの部分がラウンドして曲面になっているんですよね。で、この辺もね、なんかこう、インベーダーというか、ちょっとね、宇宙の SF チックなね、形状していて、でね、これがね、操作感もまたいいんです。全然安っぽくなくてね。こっちもそうなんですけれども、この辺もね、いいところだと思います。では次、運転席の足元。足が当たってこれなんだろうなって思った部分です。続きましては、ここの小物入れについて。ここね、何があるのかわからなくて、最初足が引っかかっちゃってね、なんかあると思ったんですけれども、ここ小物入れになっていました。で、ペットボトルを入れてみたらね、ペットボトル丸いの500ミリ入らなかったので、多分折りたたみ傘とかを入れてね、ちょうどいいような形のポケットじゃないのかなって思いました。こネタ10個目。今度は続き的だけれども知らなきゃわからなそうなスイッチについて。続きまして、メーター内の液晶表示部、マルチインフォメーションディスプレイとスイッチの関係について取り上げさせてください。ここが鈴木らしいで特徴の一つになっています。まずこのメーターの切り替えはステアリングスイッチの左手側、このインフォというボタンで行います。これが押すたびに順方向のみで変わっていくような形になっています。こんな感じかな。で、同じ機能のスイッチがもう一つあります。メーターの左側、ハンドルの左手奥、ここについているトリップとインフォと並んでいるところが、このインフォがね、同じ機能を持っています。押すたびに切り替わります。で、なんでここにあるかというとね、設定画面の上下の選ぶのは選択はこの照度切り替えのマークがついたこのプラスとマイナスを使って行うんですね。ちょっと設定画面入っていますね。まずインフォを長押し、そうしますとこの画面になりますので、照度のところのプラスとマイナスを使ってこれを切り替えます。次はこんな機能あるのかとちょっとびっくりした機能です。関連してもう一ついきます。設定画面からアイドリングストップの頻度をね、変更することができます。IS 空調設定とありますので、これを選択します。これで標準燃費優先、快適優先とありますので、自分たちとかね、アイドリングストップついた車乗りますと、まず切るのがセオリーになっています。でも忘れちゃう時もある。そういったこともあるのでね、ここを快適性優先にしておくと、多分ね、アイドリングストップの頻度減ると思うんですよね。そういった使い方ができるんじゃないかなと思いました。そうしましたら、音に関する部分。バックチャイムを鳴らします。ハザードをつけます。両方同時に鳴ってくれています。おっと、今日はちょっと意外でしたね。でね、ここで一つ。リバースに入れた瞬間に、ピーと鳴ってからね、ピッピーとなります。ちょっともう一回やってみますね。リバースに入れますね。ピーと鳴ってからね、ピーピーってことで、リバースに入ったのを教えてくれます。あとね、ウインカーの音、すごくね、耳障りではなくて、シンプルな音なんですよね。シンプルっていうのかな。交差点とかで、右折を待ってる時とかずっとつけっぱなしにしていても、耳障りで音じゃないので、ちょっともう一回鳴らしますね。
これなかなかね、聞き疲れしない音だと思いました。じゃーん。うおーってぐらいたくさん買いました。ポテチが5個、カップラーメンが2個、それからスーパーカップが2つ。映した動画は、これハスラーのものなんですけれども、相変わらずスズキの魅力。クロスビーでもバッチリです。スズキの名物というかね、もう当たり前のバケツ。この車もついているのでちょっと開けてみます。じゃん。あ、飴が1個落っこっていました。ごめんなさい。こんな感じでね、これ取ってバケツにできます。取ってついているんでね。場合によってはこれ持ってお買い物行って買い物かごの代わりにもなるかもしれないです。じゃあ自分はね、ちょっとこれからこの飴をいただこうかなと思う次第でございます。続きまして、クロスビーはハスラーのお姉ちゃんとも言われますが、お姉様らしく上品な部分のお話です。クロスビーのリアのホイールハウスの部分につきまして、この車ね、乗っていて、すごくね、タイヤからの音が静かだったんですね。これはね、ちょっと一つクラス上と比べても、おーって思うぐらいのね、びっくりするものでした。で、理由を探っていたんですけれども、一つね、この中がね、なかなかしっかりしています。精神剤のようなね、役割のあるものが、びっちり塗布されていて、ちょっと柔軟性のあるね、アンダーコードみたいなものがね、貼られているんですね。塗られているんですね。で、叩いてみても金属の音がしないぐらいに、ね、なっています。ちょっと叩いてみますね。すごくね、静止されていますよね。静止でごめんなさい。振動を止めるって意味なんですけれども、減衰していて、とっ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 て感じですから、これね、一つ気を使われて作られているのだろうというのをね、感じました。小ネタ15個目。使い勝手が優先されているのだろうと思えるロックとロック解除について。スマートキーのこのロックとロック解除のボタンにつきまして、このクロスビーはね、ロックもロック解除もここで行う形です。ボタンを押してロック、ボタンを押して解除。で、手を突っ込んでもね、そのセンサーはついてなくて、ものにがこれです。で、これがね、別にね、悪いと言ってるわけではなくて、これもメリットがあります。例えば、鍵ロックした後にね、確実なロックをこうやって入れてね、こうガッチャンってやって、ロックを確認したりですとか、あと洗車の時にね、この中を拭く時とか、この形ね、便利なんですよね。ピー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 言って電池ばっかり減っていっちゃったりしないので、で、静かですので、その辺ね、2つこの形のメリットもありました。では、エンジンで1つ2つ、ターボがついていることもあって、エンジンが静かです。エンジンの振動と音に関しての話です。まずね、音なんですけれども、ターボ車ということで、すごくね、静かです。ちょっと軽くエンジン回転数上げてみますね。これがね、やっぱりここ、静かっていうのがね、ターボ車の一つの特徴だと思います。あとね、この車3気筒の 1000cc ということで、ちょっとね、振動は目立つところはあります。アイドリング中とかね、止まってると、多少ね、振動は気になります。ただ、これが、助手席だとね、もう全然気にならない。シーツの硬さとかね、エンジンの位置とか、そういったものもあるんでしょうけれども、あと、もう一つ、この車は 1000cc なので、税金がね、安いんですよね。2019年から税制変わりまして、1000cc 以下ね、すごく安くなっています。今、2万円ぐらいに、ね、なっていました。リアシート座っても静かでした。そうしましたら18個目。ボディ見切りと車両間隔について。ここはクロスビーの大きな魅力です。コンパクトボディだからという面で言うと、左のドアミラーが近くて、頻繁に確認しやすい上に、視線移動にかかる時間も最小限。それ以外でも A ピラーは立っていて、で、短くて、ドライバーに近いですから邪魔になりにくいし、タイヤの位置感覚もつかみやすい。いいところいっぱいです。A ピラー立っていて、短くて、ドライバーに近くて邪魔になりにくい。そしてタイヤの位置感覚もつかみやすい。前方はワイパーが大きく視界に入っちゃうのと、ボンネットがね、ちょっとうねっている関係から、ハスラーと比較すると、ここはハスラーの方が優れますね。でもこれぐらい良いと感じる部分が多いです。こうしてクロスビー見てくると、内装に関する部分は良いところばかり、もうそれは編集していてもね、思いました。塗り味に関しては相当に独自性強い塗り味で、人によって受ける印象は全く逆かと。楽しいと思うか、チープと思うか、紙一重というかね。見た目いいから許せるのか、こういうのが好きか、もしくは可愛い顔して乗ったらすごいんです、みたいなね、感じです。
自分は楽しいと感じたので、こうした動画もアップしています。あとは別に動画アップしていきますので、またご覧いただけましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。